こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハート理念共栄 2.0 会社の理想と戦略をつなぐ7つのステップは、現代社会において変化の寂しいビジネス環境に直面している経営者やリーダーに向け、新時代の経営手法を提案する一冊です。著者サクソーシオーママ氏は、さまざまな組織改革やイノベーションの現場までくがった知見を生かし、理念と戦略をいかに結びつけ、持続可能な成長や社会的価値の創造に導くかというテーマに真摯に向き合っています。本書では、企業の根幹となる理念をいかに具体的な行動や戦略に落とし込み、現場に浸透させるかに焦点を当てています。そして、理念共栄 2.0 として単なる理想論やスローガンにとどまらず、経営の現実と理想とのギャップを埋めるための7つの具体的なステップを体系的かつ実験的に解説しています。スタートアップから大企業まで規模を問わず、また与他社や業界を超えて使用可能な内容が詰まっており、理念の再定義に悩むリーダーや企業文化改革を目指す担当者にも併読の一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、理念経営の現代的意義。本書が説く理念経営の根本的な意義は、企業の社会的存在意義や高い理想を単なる外部向けの標語や兼愛にを終わらせることなく、組織の日常的な意思決定や戦略、行動の根幹に据えることです。著者は、変化の寂しいビューカ時代においては、短期的な数値目標や効率追求に狩る従来政経営の限界を指摘します。理念を経営の中心に据えることで、企業は一貫性を持った意思決定やイノベーションをし起こす原権を手に入れ、従業員同士の結束やステークホルダーからの信頼も解きやすくなると解説しています。理念共栄が企業の持続的成長、社会的責任の遂行、新たな価値創出の基礎となることが本書の出発点です。次に、理想と戦略をつなぐ必要性。理想、理念にと戦略が乖離していたことで、数多くの組織がビジョンを絵に描いた粉にしてきた事態を指摘しています。経営の理想は組織の信念や未来層を築く一方、戦略はそれを達成するための現実的な選択や行動自身です。2つを分断させることなく、しっかりと結びつけることで、組織は熱意と実験力を両立し、組織全体の推進力を劇的に高めます。本書の大きな特徴は、この理想と戦略の両論をどのように接続し、組織のあらゆるレベルで実験可能なものにするかまでを多角的な磁力やフレームワークで解説している点にあります。さらに、7つのステップのフレームワーク。本書における最大の特徴は、会社の理想と戦略をつなぐ7つのステップ、フレームワークの明快さと時間線です。具体的には、1、理念の明確化。2、ステークホルダーとの対話。3、理念を週にした戦略測定。4、現場浸透。5、継続的な振り返り。6、イノベーションの推進。理念のアップデートという流れで、各ステップごとに実合の経営現場や導入磁力が紹介されます。それぞれの段階で必要となる関係者の巻き込み方やコミュニケーション設計、評価指標の設定方法なども網羅しているため、読者は自社の課題状況に応じて段階的に導入、実験できる内容となっています。そして、理念浸透と実験のための工夫、理念を現場に浸透させ、日々の行動や意思決定に反映をさせるための具体側にも多くのページが打たかれています。例えば、理念のストーリーテリングやワークショップの設計、日常のフィードバックやミーティングでの理念確認の習慣化、評価制度への反応など、事件誌が豊富です。また、トップダウン性だけでなく、ボトムアップ校の取り組みも注視しており、現場の声を講演後に反一致させながら理念経営を進化させていくヒントが満載です。理念が障害がしやすい組織体制への処方源にもなっています。最後に、今後の経営に求められる施策と変革。本書は理念経営の枠組みにとどまらず、
これからの多様化社会における企業のあるべき層やリーダー層についても深く掘り下げています。多様な人材や価値観を生かす組織文化の創造、社会課題の解決を軸とした企業共栄、持続可能な発展のためのリーダーシップのあり方など、時代変化に対応する革新的な視点が得られます。最先端の国内外資力を豊富に盛り込み、読者自身が変化に踏み出すための勇気と知心を与えてくれる章立てとなっている点が特徴です。結論として、理念共栄 2.0 は単なる経営理論やワークフローの解説図ではありません。理念の形骸化やビジョンと実験の間にギャップを抱えるすべての経営者、中間管理職、そして経営企画担当者にとって実践に行動へと訳すためのヒントが得られる事件的な一冊です。また、スタートアップやベンチャー企業、上場を目指す成長企業においても、目的意識のと戦略実験の両立は必須の課題であり、本書が示す7つのステップや体系的フレームワークは大いに役立ちます。さらに、社会貢献や ESG 環境、社会、ガバナンス、経営への関心が高まる中で、自社の存在意義を問い直したい方、事業成績期の経営者層、中期経営計画の測定を担うリーダー層にも強く推奨できる内容です。多くのビジネス書と異なり、理念経営認定は理論と現場場のリアルな課題解決の双方に根ざしている点が大きな強みです。読むことで経営者としての施策が高まり、現場にも根付く経営変革の突破口が得られるでしょう。この本を選ぶ理由は、他の一般的な理念やミッション本とは異なり、日本の実装や献金企業の自力に基づいた具体開放と、あらゆる組織規模に使用可能なロードマップが同居しているからです。組織が本当の意味で理念に立ち返り、実験力を持った経営変革を行いたいすべての方にとって、手元にしに置き、何度も読み返したくなる一冊となるはずです。ご支援いただける場合は、作草まとがい、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。